ゆっくり海外鉄チャンネルへようこそ。このチャンネルではアジアを中心に世界の鉄道について解説しているよ。今回はカンボジアの鉄道を見ていこう。カンボジアは東南アジアのメコン川流域に位置し、タイ、ベトナム、ラオスと隣接している、アンコールワットやバイヨンなどの素晴らしい仏教遺跡で知られる一方、内戦やポルポト政権による虐殺の傷跡が今も残り、アジア最貧国という暗いイメージを持つ人も多いだろう。近年は安定した経済成長を続けており首都プノンペンの発展は目を見張るものがあるぜ。カンボジアは確実に復興しているんだね。鉄道も復興しつつある。カンボジアの鉄道は厳しい国内情勢のために一時は完全に運行を停止していたが、内戦で荒廃した線路は徐々に復旧され、ボロボロの機関車や客車はリニューアルした上で新型の機動車も導入。本数は少ないものの近年は安定して旅客列車を運行できているぜ。不思議な見た目の車両が走っているんだね。そんなカンボジアの鉄道を管理しているのが、カンボジアの大手財閥ロイヤルグループが運行するカンボジア、ロイヤル鉄道だ。今回はカンボジアロイヤル鉄道の路線、車両、乗り方について解説していくぜ。行ってみよう。まずはカンボジアの鉄道路線網について、カンボジアの鉄道はフランス植民地時代に建設が開始され、他のインドシナ半島の国と同じくメーターゲージが採用された。総延長は590キロであり、全区間が非電化の単線だ。カンボジアには首都プノンペンを起点とする2路線の鉄道路線がある。大国境に伸びる北線と、港湾都市シハヌークビルまで伸びる南線だ。北線はプノンペンから北西にまっすぐ伸びる385キロの路線。タイとの国境、ポイペトでタイ国鉄東線と接続しており、線路は繋がっている。タイ国鉄はカンボジアと同じメーターゲージなので、直通運転も可能だ。ただし、旅客列車は国境よりかなり手前のバッタンバンまでしか運行されていない。旅客列車終点のバッタンバンはプノンペンに次ぐカンボジア第2の規模を誇る都市だぜ。一方の南線はプノンペンからタイランド湾沿岸に向けて南下し、シハヌークビルに至る267キロの路線だ。シハヌークビルはカンボジア最大の港湾都市で、中国資本のカジノホテルが立ち並ぶ中国人向けのリゾート地でもある。途中駅には胡椒の生産地として有名なカンポットなどがあるぜ。カンボジアの鉄道はプノンペンから主要都市のバッタンバンやシハヌークビルを結んでいるけれど、アンコールワットなどの遺跡があるシェムリアップは通っていないんだね。そうだな。カンボジアを訪れる旅行客の多くはアンコールワットなどの遺跡が目当てだと思われるが、鉄道ではアクセスできないぜ。カンボジアの定期旅客列車は1日あたり北線1往復、南線1往復の合計2往復のみ。運行パターンは、北線、南線ともに早朝にプノンペンを出発後昼過ぎに終点で折り返し、夜にプノンペンに帰るというものだ。北線のプノンペン、バッタンバン間は片道7時間、南線のプノンペン、シハヌークビル間は片道6時間程度かかるぜ。各方面1日1往復とは、本数が少ないんだね。旅客列車の他にもコンテナやタンクを積み込んだ貨物列車が運行されている。旅客列車よりは本数が多いぜ。首都とタイ国境、港湾都市を結ぶ路線だから貨物輸送の需要は大きそうだね。ここからは、カンボジアロイヤル鉄道の車両を紹介するぜ。まずは旅客列車の主力である、機動車。製造国の異なる3種類の形式があり、個性派揃いである。ZZ800 は最古参の形式だ。ドイツのワゴンファブリク、ユルディンゲン製で、1969年に3両編成2本が製造された。中間車両を抜いた2両編成で運行され、片方の車両にだけエンジンを搭載しているぜ。1969年というと、ポルポト政権時代より前からカンボジアにいる車両なのね。ポルポトも地方視察の際にこの車両に乗っていたらしいぜ。ZZ800 は何度も更新工事が行われており、外見は登場時から大きく変化している。近年、前照灯が埋められたことで印象が変わったぜ。飛び出たライトが目を引くね。車内はこんな感じ。床も壁も紺色のカーペットで覆われており、上品な雰囲気だ。前後車両で座席が異なり、動力車は転換クロスシート、付属車はボックスシートである。古い車両でありもともとは非冷房だが、なんと、家庭用エアコンを取り付けるという力技で冷房化されている。室外機は床下に取り付けられているぜ。DIY 車両だね。RHN 型は隣国のタイから譲渡された車両だ。1971年に日立製作所で製造された日本製機動車である。タイ国鉄の東北方面ローカル列車で主に運用されている形式で、2019年に国境区間の鉄道が復旧したことを記念して、2両編成2本がカンボジアに譲渡された。車板や塗装はタイ国鉄時代のままで、車体にはカンボジアとタイの国旗が描かれているぜ。1971年製というと、キハ20と同世代のかなり古い車両だね。車内はタイ国鉄時代から変わっていない。ビニール張りのボックスシートで、鎧戸を備えている。カンボジアの鉄道は冷房がついている車両が多いが、RHN 型は非冷房だぜ。
これから家庭用エアコンが取り付けられる可能性もあるね。カンボジアの鉄道車両は2022年頃を境にほぼ全車両が黒、黄色、赤の新塗装に変更されたが、RHN 型だけは大国鉄塗装のままである。そのあたりも今後どうなるか注目だ。RHN 型は稼働率が高い車両で、乗客が多い日には2編成をつなげた4両での運行も行われているぜ。エース線は2018年に登場した新型車両だ。アジアでは珍しいメキシコ製の両運転台気動車で、流線形の前面形状や自動車のようなライトが目を引く。製造会社フェロビアスデルバヒオのウェブサイトを見る限り、同社製の気動車はカンボジアのエース線ぐらいしかないようだぜ。まさに陳車だね。2022年頃には在籍する3両すべてに対し流線形の鼻先を切り落とす謎の魔改造が施され、間抜けな外見になってしまったぜ。せっかく流線形のいいデザインだったのに、どうしてこうなった？車体側面も癖の強い設計で、乗降用の扉は車体中央に1箇所、床面が高い位置にあるため、階段が飛び出す設計になっているぜ。これは展開する様子を見てみたいね。車内はこんな感じ。新型車両なだけあって、空調付きで方向転換可能なリクライニングシートを備えている。トイレもあるので、長距離運用でも安心だ。エース線は当初、空港シャトル列車用の車両として導入されたが、空港線は廃止されたため現在は北線、南線の長距離運用に入っているぜ。続いてカンボジアの機関車を見ていこう。YDM4 型はインド製のディーゼル機関車。2019年にマレーシアの KTM から譲渡された中古車両だ。10両が在籍しており、旅客も貨物も担当する現在のカンボジアの主力機関車だぜ。機関車も中古車両なんだね。新型の機関車もいるぜ。BB1060 型は2005年に中国駐車関所延期車で製造された貨物用機だ。カンボジアの鉄道では唯一の中国製車両だぜ。カンボジアは中国との経済的な結びつきが強いイメージがあるけど、意外と中国製の鉄道車両は少ないんだね。BB1060 型はカンボジアで最も近代的なディーゼル機関車だが、なぜか運用頻度は非常に少ないようだぜ。BB1010 はチェコスロバキア、CKD 製。1992年に製造された、隣国のベトナムで活躍する D12 型とほぼ同じ仕様の車両だ。構内の入れ替え用から本線の貨物列車まで幅広く運用されているぜ。BDE400 はフランス、アルストム製、プノンペン駅の隅に綺麗な状態で留置されているが、運行可能かは不明だぜ。BB1050 はフランス、アルストム製の古参車両だ。箱型車体のディーゼル機関車で、1965年に5両が製造された。現在はほとんど運用されておらず、プノンペン駅に留置されているぜ。結局、カンボジアで現在稼働中のディーゼル機関車は YDM4 型がほとんどなんだね。次はカンボジアの客車を見ていこう。かつてカンボジアの旅客列車はほとんど客車列車だったが、2019年以降、RHN 型やエース線が導入されたことで機動車の数が十分足りているため、客車列車が運行される機会は減っている。客車は多くがプノンペン駅の隅に留置されている。各客車にはアルファベットが割り振られており、区別しやすい。ドイツのワゴンファブリク、ユルディンゲン製の客車や、先ほど紹介した ZZ800 を客車化した車両があるぜ。運転席の窓やライトの跡があり、元機動車であることがわかるね。客車の中にはプノンペン駅舎脇のカフェとして使用されているものもある。座席は撤去され、飲食スペースに改造されているが、気軽にカンボジアの客車を体験してみたい人にはおすすめだぜ。同じくプノンペン駅の隅に留置されているコーチーはかつてのロドム、シハモニ国王が使用していた王族用車両だ。現在も運行可能な状態のようだぜ。中がどんな感じなのか気になるね。カンボジアの線路を走る車両としては、地元民が線路にトロッコを乗せて走らせるバンブートレインもある。バッタンバン近郊で運行され、観光客に人気だぜ。フィリピンのトロリーに似ているね。人力で走行するトロリーに対しバンブートレインはトラクター用エンジンを積んでおり、最高速度は時速40キロに達するそうだぜ。そんなにスピードが出るとは、スリルがありそうだね。次は、カンボジアの鉄道の乗り方について解説するぜ。ロイヤル鉄道の切符は各駅の窓口で購入可能だ。料金はプノンペン、バッタンバン間が8ドル、プノンペン、シハヌークビル間が10ドルである。ネットでチケットを購入することも可能だ。公式サイトでチケットを購入する場合は座席を選択する手順があるが、実際には座席指定制ではなく着席は早いもの順だぜ。座席は適当なものを選んでおけばいいのね。窓側や進行方向などの席に座りたい場合は早めに乗車する必要があるぜ。駅に改札はなく、車内でチケットの確認が行われる。ネットでチケットを購入した場合は画面を見せるだけで OK だ。どの形式が充当されるかは当日になるまでわからない。ZZ800 やエース線なら冷房が効いているため車内は
快適だ。非冷房の RHN でも、窓を開ければ風通しが良いため、意外と長時間の乗車も苦にならない。ちなみに冷房の有無に関わらず料金は同じだぜ。冷房量を取らないのは東南アジアでは珍しいね。一部の途中駅では10分程度停車するため、列車を降りてリフレッシュすることができる。停車時間が長い駅は英語でもアナウンスされるので安心だ。南線下り列車の武雄駅などではホームの売店で菓子や飲み物を売っている。販売員はロイヤル鉄道のスタッフだ。車内販売がない代わりに停車時間を利用した物販を行っているんだぜ。長時間の乗車になるから、休憩時間や物販があるのは嬉しいね。カンボジアの線路状況は年々改善されてはいるものの、スピードを出すと激しく揺れ、脱線しないか心配になる。また、沿線には放し飼いの牛が大量に生息しており、頻繁に線路に侵入し列車と衝突している。さらに、自動車との衝突など重大事故も数ヶ月に一度のペースで頻発しているぜ。1日数往復しか列車がないのにそんなペースで事故るとは。カンボジアの鉄道は現時点では安全な乗り物とは言い難いね。大きな事故がなくとも、列車が数時間遅れることはよくあるので、乗車する場合は大幅に遅れることを前提に予定を組んだ方がいいぜ。最後に、カンボジアの鉄道の未来を見ていこう。カンボジアでは主に中国の支援による鉄道のアップグレードや新路線が計画されているが、現時点で計画が具体化しているものはない。新路線ではないが、復活が期待される路線がプノンペン駅とプノンペン国際空港を併用軌道で結ぶ空港シャトル列車だ。空港シャトル列車は2018年に開業したものの、自動車との事故の多発やコロナによる利用客激減により2020年に廃止された。コロナが収束した今ぜひ復活してほしい路線だぜ。カンボジアの列車が併用軌道を走る様子はぜひ見てみたいね。カンボジアロイヤル鉄道は SNS での宣伝に力を入れているようで、Facebook で最新情報やプノンペン駅での音楽ライブの様子を発信している。興味が湧いた人はフォローしてみてほしいぜ。楽しそうな雰囲気でいいね。今回の動画はここまで。欧州製の骨董品、タイから譲渡された日本製車両、魔改造メキシコ機動車など、癖の強い車両たちが活躍するカンボジアの鉄道。興味が湧いた人はぜひ訪れてみてほしいぜ。発展途上であるがゆえに変化が激しい鉄道だから、今後も目が離せないね。ご意見ご感想お待ちしております。高評価とチャンネル登録もよろしくだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。